ありがとうございます。こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はとてもスペシャルなビーガンウーマンに来ていただきました。さとみさんと花子さんです。お二人とも YouTube をされていて、でビーガンをこう広めようっていう活動をね、いろいろされている方々なんですけど、今日は3人で、キッチントーク的な、ガールズトーク的ないろんなそれぞれちょっと視聴者の皆さんとかフォロワーの皆さんから質問とかももらってるので、それをこう答えながらっていう感じでお互いに聞きたいこととかも結構いろいろあるのでトークをしていきたいと思います。今日は、何を作っていくかというと、タイ料理のランチを作っていきたいと思うんですけど、さとみさんがお土産にですね、こうちょっとスパイス類を買ってきてくださったので、これをなんかグリーンカレーのスパイスとかもあって、これを使ってちょっとグリーンカレーをまず作っていきたいなと思います、あと今日グリーンカレーと空心菜の炒め物とパイナップルフライドライス、を作っていきたいんですけど、まずじゃあパイナップルを切ってもらおうかな。切ります。どうやって切ればいいですか？なんかフライドライス的な感じで。どうしよう。一口大でいいですか？これでいいですか？花子さんとは私、今日2回目そうですね、この前ランチをして会ってちょっと今回のコラボでお声掛けをさせていただいたんですけど、もともとなんかもちろん YouTube とかで見てて、でさとみさんは、私去年の11月にヨガワークショップをして、でその時に生徒さんとして突然参加してそういただいて皆さんどういうものを普段作って食べてる作ることが多い、自炊が多い、自炊多いですね。豆腐と納豆をよく食べてますね。本当はなんかいろんなお豆、いろんな種類取った方がいいと思うんですけど、豆だとレンズ豆は結構簡単でよく使いますね。そう、今日はそんなレンズ豆をですね、去年えりこさんっていうイタリア在住の YouTuber の方とコラボをさせていただいたんですけど、でえりこさんお土産でですね、イタリアからそうレンズ豆となんかちょっと穀物とかも入ってるのかな、カラフルな、そうスープとかに入れるものなんですけど、これなんかすごいハマってて最近、そういいですね。そうすごいね美味しいんですけど、これをちょっとグリーンカレーにね入れていきたいなと思います。グリーンカレーは玉ねぎとパクチーと入ってるんですけど、これをご飯炊けました。ってる？あら、まさかのでもふっくらして炊けてる。ちょっとだけやっとこうかでも。わかんないから。謎な現象。グリーンカレーね、これをペースト状にまずねしていきたいと思います。こんな感じでグリーンカレーねペーストにしていったので、ちょっとお水もね入れてます。干しキノコって言えば最近、これにハマってるんです。干しえのき。なんだ。じゃあそれも入れてみようか。いいですね。これに。いいんじゃない入れちゃおう。すごいなんかコクとか出汁が出て美味しい。私もそれ試食させてもらったことあって、すごい美味しかった。美味しい。お鍋とかに入れてなんかシャキシャキするんですよ。それ自体も美味しいし、出汁も。そうなんだ。じゃあちょっとこの干しえのき様をいただいて、話しながら大変ですね。大変。皆さん結構ヴィーガンとか興味あるけど、家族のなんか理解が得られない、同居してる家族だったりとか、同居してない家族とか、うちでこうお料理するときに家族には何を出してますかみたいな、そういう質問とかも結構あったと思うんですけど、3人ともね旦那さんヴィーガンじゃないけど、ヴィーガンに
優しい。あ、違う。理解がある。そうそう、理解がある。理解がある。ビーガンフレンドリー。ビーガンフレンドリーのね、メンズなんですけど、ご飯作る時とかは別々に用意する？私は週に何回かは同じの、それこそグリーンカレーとかカレーとか麻婆豆腐とか、ちょっと味濃いめのものだと喜んでもらえるので、なんかそういうものを一緒に食べたり、でもなんかお昼食べれない時もあるみたいで、忙しくてそうお肉なんだ。を食べたい日もあるっていうことだったんで、そういう時は同じメニューなんだけど、ちょっとお肉を別で焼いて、後で加えたりとか、そのカレーに。でもなんか私は切れないので、切ってある小さいものとかをポンって入れてる。私は夫が魚好きだから肉はむしろ食べたくないっていう。あ、もともと味が好きじゃない、あんまり。なんか昔は多分20代の頃はよく食べてたと思うんですけど、なんか年とともに胃が受け付けないらしく、あ、そうなんだ。で仕事の関係上やっぱなんか外で食べることも結構あるので、そういう時はお肉出てくるので、そういうの食べて、家ではヴィーガンプラス魚がちょうどいいって言ってくれてるので、私はヴィーガン食作ってプラス焼き魚とかですね。だから同じでカレーとかは本当に普通に一緒に食べたりですね。だから魚は結構焼いてます。そうなんだ。でもうちはね、もう強制的に強制的にというか、うちでは家の中ではもうビーガンでやりますって宣言して、で、あ、そうですかっていう感じなので、うちの旦那さんもやっぱり外で外食とか多いので、外ではそんなビーガンとか言ってられないっていう状況はもちろんあるんですけど、でも彼は痛風がねあるんですよ。そうで、ずっと痛風の薬を飲んでたんですけど、最近その痛風の薬をやめて、でなるべくそのベジタリアン、ビーガンのものを食べて、でたくさんお水を飲んでっていうので、その薬を飲まないようにっていうのを今やっているんですね。なので彼も外でもなるべくベジタリアンで野菜を食べるようにしてるようです。そうだから彼の方は結構そういうヘルスの健康の面からビーガンをやってるっていうところがありますね。なんかうちの場合も私の両親全然ビーガンとかベジタリアンじゃないし、むしろなんか母お肉大好きだし、父もなんか野菜だけはちょっとねみたいな感じなんですよ。でも、一緒にご飯食べることが多くて、長野にいる時はなんかソイミートとかもこれ全然いけるじゃんとか、なんか彼らにとってすごい新しい世界が、広まったみたいで、本当に珍しいものが食べられたみたいなってそう言ってて、やっぱ長野にそういろんなこうエスニック料理のお店とかそんなにないから、そもそも多分和食だと肉じゃがとか言ったら肉が入ってるものっていう、そうもうそういうイメージがあるじゃないですか。だから肉抜きのじゃがだけなんだこれはみたいな感じになっちゃうけど、多分こういうタイ料理とかインド料理とか、そう中華とかでも何でもいいんですけど、エスニック料理であんまり馴染みのないものだと、なんかこれはこう厚揚げを入れるものなんですねみたいな感じで多分分かってくれると思うので麺ワンみたいな。もうグリーンカレーのいい匂いがフェイシャルしちゃうからそう、こんな感じで今こっち写してないこんな感じで今煮込んでいて、ご飯も炊き上がったので、ちょっとフライドライスにねしていきたいと思うんですけど、作り方は本当にイマジネーションででもタイにいた時に相当食べたんですよ、フライドライス、パイナップルのフライドライスを。でカレー味だったんですよね、私が食べたタイのやつは。カンボジアはカレースパイス味っていうかでも本当に一番美味しかった印象があって、なんか今日作っていただけて美味しいんですよね。でもちょっとその期待に添えるかどうかはちょっと謎なんですけどとりあえずね好
作っていきたいと思います。食べたこのねソイミートも逃げたソイミートもね水で戻してあるので、これを水切りして。どれぐらいビーガンなの？私は小学校5年生からベジタリアンで、10年ぐらい前からビーガンになりました。いやだからそのお話すごい聞きたかったんですよ。なんか10年前って多分ベジタリアンっていう言葉すら、ビーガンなんてもうまずないしベジタリアンっていう言葉すらあんまり知られてなかったと思うんですけど、そんな中でこう一人ですよね、その学校の中とかでも。なんなら市の県の中みたいなそういうレベルだと思いますし、全然聞かなかったので。そっか、どうでしたぶっちゃけ。なんかやっぱりその花子さんもね、これからというか今子育てされてて、どういうふうに育てていくかみたいな問題じゃないけどあるじゃないですか。でなんか結構その日本でそういうちょっと違うといじめられたりとか、なんかいろいろあるっていうところがあると思うんですけど、さとみさんの体験としてはどうですか？私は、小学校から始まって中学になったらお弁当になって、お弁当じゃない給食になったので、なんか母からその給食を一人だけお弁当にしてくれないかっていうふうに学校の方に言ってもらって、そしたらもう教職員会議にかけられちゃうような感じで一人だけお弁当はいいのかみたいな感じになったんですけど、ちょっと実際そうだったんですけど、食べると気持ち悪くなっちゃうぐらい体が変化してたので、お肉食べてなので、ちょっとアレルギーがあるっていう言い方をして OK してもらって感じでしたね。で修学旅行とかも全部前もって電話して全部食べるところでは菜食にしてもらう。なるほどね。そういう菜食ってどうしたらいいのかって先方も分かんなかったと思うので、食べれないものリストを全部母が書き出して送って、でお豆腐とかうどんとかいろいろ対応してくれて、逆にそうしたらいっぱいいろんな食べ物が一度に出てきたので、周りの友達とかも「いいのお前そんな」そっちの方が多かっただからなんか多分アレルギーって言い方をしたからなのか、全然いじめとかは幸いなかったんですけど、あと家庭では母がすごいカルナさんの植物性ミートとかも使ってくれてたんで、なんか満たされないってことはなくて、むしろこう毎日ご飯楽しみみたいな感じで、その肉じゃがを、その肉を植物性ミートに変えるとか、まずはこう代用から始めたっていう感じで。なんだろう、お茶が入って関係ないんですね。今日はね全然関係なくて中身がただのカレー粉。なんか隠し味なのかなと思って。いやすごいいい香りです。ちょっとフライドライスにこのカンボジアとかタイとかでねよくある生姜のパウダーですね。これそう生姜もちょっと違うんですよね、向こうで使ってる生姜って。香りとかもちょっと違うんですけど、このパウダーをちょっと入れてみようかな。どうだろう。一緒になんかお料理しながらコラボ撮りますとか言いながら撮ってるだけっていう、いや撮って食べるだけっていう匂いを楽しむ。簡単でしたよね。でしたよね。意外とシンプルね、ちょっと想像でやってみたけど、そうなんか私だったら多分ここにカシューナッツとかも入れちゃうんですけど、さとみさんちょっとナッツ系はアレルギーがってことだったので、そう皆さんでも家でもし作るときは、そういうピーナッツとかでもいいしね、ちょっとナッツを入れてみるといいかもしれない。タンパク質も取れるので歯応えもあります。はい、これ終わり。塩麹ない場合は普通の塩でいいですよ。グリーンカレーのパウダーがねあるので、それでちょっとスパイスを入れてみようかな。これもなんか何が入ってるんだろう。もうすでにグリーンっていう。きっと美味しいはず。美味しいはず。ビーガンとかベジタリアンの友達をどうやって探したらいいですかみたいな質問とかもあって、周りにねそういうビーガンやってる人だったりとか、
いないとなかなか寂しいっていうところもあると思うんですけど、私も実は去年ね1年間ずっと YouTube やってて、ただずっと一人でやってたんで全然そういうビーガンイベントとかにも参加してなかったし、こういうなんかビーガンのフレンズもいなかったしっていう感じでやっと去年の年末近くになってもうちょっとなんだろういろんな人と交流したいなと思って、それでこういうねコラボとか連絡させていただいたりとかして、でだんだんこうビーガンに限らないと思うんですよね。なんか共通の趣味だったりとか共通の信じてることだったりとか、なんか気が合う仲間とか、そういうやっぱ自分でこう探しに行かないとなかなか出会えないっていうところがあると思うので、でも花子さんとかすごい積極的にそういうイベントとか参加されてますよね。だからなんか知り合いも多いしビーガンコミュニティで。やっぱり普通の例えば学生時代の友達とかだと全然いないので、で話はするけどやっぱりちょっと理解できないところも普通の友達だとあるので、そういうのをやっぱりなんか話したいなと思って、もう私もビーガンをナンパするぞと思ってで今はもう SNS で簡単につながれるので Twitter とかインスタとかでビーガン発信してる人に DM を送って「今度ご飯行きませんか?」でさとみちゃんもその一人で「ご飯行きませんか?」って言ってでそうするとやっぱりいろんな情報も入ってくるのでビーガングルメ祭り行ったりとか、そういうお食事会参加してまたそうなんですね。新しくこう知り合いが増えてってっていう感じで、やっぱりビジの世界って結構狭いんで、なんか3人ぐらい知り合いになるとどんどん広がるみたいな。なるほどね。でなんかビーガングルメ祭りとかビーガン系のイベントとかに行くと、みんな知ってるみたいな同窓会みたいなさらに広がってみたいな。そう最後に空心菜炒めを作るんですけど、空心菜炒めは本当びっくりするほど簡単ガーリック炒めて、この唐辛子はうちで栽培して収穫したやつをねちょっと今日やっていきたいと思いますけど、こうカットして入れて茎の方から。いやもうなんか息子さんが超可愛いメロメロVlog を見るたびにバーンとニヤニヤしてるんですけど、でも結構やっぱ息子をビーガンに、私は別にビーガンにしようとは思ってないんですけど、なんか初めて動画見た人とかは、息子にそのお子さんをビーガンなんてやめてくださいみたいな人も多いので。なんかね、本当になんかおせっかいっていうかそんなね、なんか自分の子じゃないんだからなんか花子さんの子は花子さんが好きなように育てればいいしなんでそういうことを言う権利があると思うのか超謎でしょうがない言ってください本当に謎でしょうがないんですけどでもなんかそういう、ビーガンに限らずにやっぱ YouTube3 人ともやってて、アンチみたいな人たちいるじゃないですか。でそういうやっぱりコメントが来るとすごい心がね痛くなりますし、何回ももうなんかやめようみたいな、なんか超元気なくなっちゃったこととかもあるし、私もなんか1個ちょっとプチバズったというか結構再生回数が増えた動画があって、それが1週間のビーガンの食事を紹介するっていう動画で、ちょうど妊娠中だったっていうのも多分あるから、そこがコメント欄が今600件ぐらい来てでなんかアンチもすごい多くってなんかそうビーガンに対してやっぱり批判的な人の意見が多くて。もうある時からもう私はそこの動画のコメントは見ないってことにして誰かが言ってたのが統計的にもそういうアンチって呼ばれるネット上のアンチって呼ばれてる人って全体の 0. 何%しかいないって言って、だからそこに集中する自分がそこでとらわれて、なんかこう心をなんか痛めるっていうのはもったいないって言って、全然もっと他にサポートしてくれる人もいるし、
なんか一部のそういう嫌なコメントでその影響を受けるのはなんか時間の無駄だみたいなことを言ってる人がいて、あ、そっかと思ってあんまり気にしないようにしてます。本当にそうだよね。なんかちょっとアンチとかネガティブなコメントってすごいそれだけフォーカスできちゃうとか、それがそのエネルギーが強いというか影響を受けちゃうというか、だけどそこにフォーカスしないでね、絶対応援してくれてる人もいるし、そっちを聞くようにするというか、だからまあ YouTube に限らずにこう批判的なことを言ってくる人とかって絶対いると思うんですよね。仕事とかでもそうだし、まあ趣味のサークル内とかでも多分あると思うし、ネガティブなことをしてポジティブなことは絶対生まれないし、誰も幸せにならない、だからなんかもうそういう人はもうしょうがないと思って自分がポジティブになんか行くしかないかな、なんかネガティブなことをされたらその分とか倍とか3倍自分がポジティブなことをする、でなんかそのポジティブなことが多分どんどん増えていくと思うので、周りでそれでそのネガティブなものがちょっとずつね減るかもしれないし、だからなんかこうってくよくよする時も皆さんねあると思うんですけど、くよくよしたらなんか1日ぐらいでもうそのくよくよは終わらせて、もう次の日はもう新しい日でどんどん進んでいくしかない、じゃあランチも出来上がったところなのでこれからね食べていきたいと思います。出来上がったので皆さんでいただきましょう。いただきます。ほとんどやっていただいて。あ、いやなんか全然味見しなかった。美味しいです。若い人でね、特にこうビーガンになろうとする理由の中に痩せたいとか、なんかそういう野菜だけ食べてたら痩せるかもみたいな、結構そういうのあるじゃないですか。ただやっぱり若い人がどうっていうことじゃないんですけど、ちゃんとこう自分で自炊の術とかを知らないで、なんだろう、偏ったサラダをねひたすら食べてるとか、そういう感じだとやっぱり体調も崩しちゃうと思うし、それでなんかビーガンになったら健康じゃなくなったとか、なんか痩せすぎちゃったとか、なんか肌がボロボロになったとか、そういう話も結構あると思うので、なんかその若い世代の、ね、これからビーガンちょっとやってみたいなと思っている世代とかになんかアドバイスみたいなのありますかね。でもやっぱりビーガンとはいえバランスがね、おっしゃってた通り大事なので、さっき花ちゃんも言ってたんですけど、大豆だけにタンパク質で言えば大豆だけに偏らないようにちょっと意識してみたりとか、心がけて、野菜もこういろんな色を取り入れるようにしたりとか。あとやっぱりちょっと知識がないとこうビタミン12がなかなか取れないとか、そういうなんかこう特定の栄養素が不足しがちっていうのはやっぱり知ってないと、なかなか意識的にそれを取らないと体調ももしかしたらねそれのせいで悪くなっちゃうかもしれないので、でもやっぱりなんか今ネットですぐ調べられるので、でも、ビーガンになりたいって思う人はまずやっぱ栄養をある程度調べた方がいいなと思いますね。タンパク質、ビーガンになるのにタンパク質みたいな、タンパク質が不足しちゃうみたいな、すごいみんな多分心配してるのがタンパク質だと思うんですけど、でもタンパク質ってそんなになんか多分深く考える必要ないと思ってて、普通に暮らしてる中で、すごいトップアスリートとかだったら別ですよ、でも普通の生活してる中でそんなにすごいたくさんタンパク質必要っていうわけじゃないし、ちゃんとしかもお豆だけじゃないじゃないですか、タンパク質って野菜玄米にも穀物にも入ってるし、野菜にも入ってるし、ナッツとかチーズとかにも入ってるし、だから普通にそういういろんなねものを食事に取り入れるようにすれば、そんなタンパク質なんか牛乳飲まなきゃいけないとか、お肉食べなきゃいけないとか、こんな
こと絶対ないと思うし、まあ私たちもねそういうものなくて全然生きてられてるんでヘルシーだし、そうだからあんまり食べてくださいね。なんかそれこそ私も10歳からお肉とか食べてないので、それでもずっと運動部でしたし、体力ある方だったので、なんか本当にそれは本当おっしゃる通りだなって思うっていうか、逆にお肉とかメインの食事はこうタンパク質過多って言われたりもするじゃないですか。十分にいろんな食材から取れるんだなっていう実感としてありますよね。そうだからタンパク質とかよりもさっきおっしゃってたビタミン B12 とか、ビタミン B12 は本当に唯一植物性のものからは取れない栄養素なので、そういうのは勉強した方がいいと思うんですけど、あとね鉄分とかも別にほうれん草とかにも入ってるし、切り干し大根とかいろんなものに入っているから、自分がちょっと貧血気味だなと思ったらそういうものを中心に取るようにするとか、ちゃんと知識を少しは身につけてからやらないと、でも別にビーガンに限らずにビーガンじゃない人でも食事偏ってる人いっぱいいますよね。バランスの問題じゃないですね。そうバランス崩れてる人は崩れてるし、健康になろうと思ったらやっぱり自分が何を食べてるのかっていうのをまずね、考えて見てみるのがいいのかなと思うんですけど、すごいビーガンになって栄養に興味を持つようになったというか、それまでは全然考えもしなかったことだったりして、だからビーガンの方って勉強熱心な方多いなと思って、自分もそうだけど家族の健康もかかってたりするので、それで納得してこう取り入れなきゃいけないって時に調べて、じゃあこれで大丈夫なんだっていうのがある程度掴んでから始められる方多い気がするんです。たまにこうちょっと前に海外のビーガン YouTuber でビーガンやめましたみたいな動画を上げる人が結構なんか増えたみたいで、なんか健康上の理由で断念してしまったみたいな女性がいて、なんか食物繊維を取りすぎて、ガットって何ですか？腸がなんかすごい負担が増えてしまって、逆にビーガン食がなんか食物繊維が多すぎて、なんかやめましたみたいな人もいたので、やっぱその人の体調というかその体の仕組みもやっぱそれぞれ違うと思うので、なんか体調がすごい悪い時になんか無理してそんなに続けなくてもいいのかなと思って、自分がこう取りやすい栄養を取るのもなんか必要。なんかビーガンになるとビーガンじゃなきゃみたいな、こうちょっと脅迫観念じゃないんですけど、ちょっとでも入ってたらとか思って、それがストレスになったりすることもあるだろうし、やっぱ体質によってどうしてもなんか動物性のものを取らなきゃいけない場合もあるかもしれないんで、ちょっとなんか体調が変だなと思ったらなんか変えてみてもいいんじゃないかなって。やっぱり自分の健康が一番だと思って、もちろん動物のために私は食べない選択をしたんですけど、でもそこで自分がなんか体調崩しちゃっても倒れちゃったらね、なんか元も子もないそうと思うんで、取り入れる感覚っていうのをどっかで持ち続けてるといいのかなって、ビーガンに完全 100% なるっていうんじゃなくて、ビーガンをライフスタイルとして取り入れるっていう感覚だと、心もちょっと楽になるかなって、特に移行する人に関して。そうですね。だからいただいた質問とかを読んでてすごいなんだろうな、みんなビーガンについてちょっと考えすぎてるというか深く考えすぎてる。だからビーガンですっていう人の中になんか他のビーガンはなんかこういうところがなんか嫌でとか、なんかとかビーガンじゃない人がどうしてビーガンはなんかこうなんだとか、なんかそういうなんだろうな、なんかそこまで深く考える必要ないと思うんですよね。いろんなね理由があるし、健康のためかもしれないし、その動物の命のためかもしれないし、環境のためかもしれないし、宗教のためかもしれないし、で私の動画にコメントくださる中で結構もともとお肉の味とか好きじゃなくて、だから別に食べたくないんですっていう人も意外と多いんですよ。だからそれぞれの理由でそれぞれ、できる範囲でっていうかしたい範囲で、してやればいいと思うし、やっぱビーガンって一言に言っても
なんかいろんな人がいるし、なんかいい人もいるし悪い人も多分いるし、そういうビーガンとかじゃなくてなんだろう、考え方が合わないっていう人も絶対いると思うし、性格がね合わないとかいっぱいいると思うんで、なんかそこまで一括りにして、なんか例えば日本人はみんなこうだって言えないじゃないですか。なんかみんな日本人がおとなしいわけじゃないし、なんかみんな日本人真面目なわけじゃないし、だから固定のなんかフィックスした、イメージとかね、アイデアを持たずに、なんか自分のやりたいことは自分で作ってやっていけばね、いいと思うんですけどね。なんか本当に自分の心と自分の健康が一番幸せだったら、そうそんな感じでそんな感じ今日は3人のビーガンウーマンでいろいろと話をしてみました。楽しかったね。楽しかった。ありがとうございました。それでは皆さん、はいまた See you next time!